こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は最近日本が暑いので今日はちょっと疲れています。はい。なんだか最近急に暑くなりました。はい。昨日はとっても強い雨が降ったりしたんですが、今日はもう昨日の雨はどこに行ったんですかというぐらい天気がいい。暑い。もうちょっとずつ蒸し暑くなってます。はい。そんな日本から皆さんに、日本のニュースを今日お話ししますね。このニュースですね、日本で起きている今ちょっと本当に危険なニュースなんですね。ですがこれは日本だけじゃなくて皆さんに関係があります。はい。なぜなら皆さんはインターネットを使えますね。インターネット使えるから YouTube 見てますよね。そうですよね。この私のポッドキャストを聞いてくださってますよね。そうなんです。だからもうあなたにももう危険が近づいているかもしれないという気をつけてっていうニュースです。はい。ですのでよく聞いてくださいね。じゃあそのニュースの話する前にですね、ちょっと皆さんに質問したいです。はい。3つ聞きます。いきますよ。難しい質問じゃない。はい。1つ目は、皆さんは、YouTube を見ていますね。はい、そうですね。みんな、はいですね。はいじゃないと私の話今聞けてないですからね。はい。冗談ですかジョークですかってね。はい、ジョークです。はい。はいです。みんなイエス。はい。2つ目の質問。はい。あなたは Facebook とか Instagram を見たり使ったりしていますか？はい。どうですか？はい。Facebook、Instagram です。はい。そしてじゃあ3つ目は3つ目の質問はこれです。あなたはお金が好きですかという質問です。はい。お金が好きですか？いや、お金は好きじゃないですっていう人、はい、ちょうど右手をちょっと手を挙げてください。はい、どうですか？あ、そこのアゼルバイジャンのジョンさんは嘘をついていますね。手を挙げていますけど、あなたは絶対にお金が好きです。はい、いいです。無理に手を挙げなくていいんですよ。はい、ここは嘘つかない。はい、きっと最後の3つ目の質問もほとんど皆さんははいだと思います。はい、やっぱりお金は必要ですからね。たくさんなくてもいいかもしれないけど、ないと困りますよね。食べ物買えない。はい。家買えない、借りれない、そうですそうです。水飲めない、そうです。だからもちろんお金が好きっていうか、必要だから大事ですよね。だから皆さんお金、今あなたが持ってるお金、今よりもうちょっと多くなったらいいなってやっぱり考えませんか？例えば銀行にお金預けてるだったら、いやお金預けてるけど全然増えないなって思いません？これ日本で特にそうなんですけど、日本ってお金銀行に預けておいても今は全然増えないんですね。昔は増えたらしいです。はい。ですが今はもう全然変わんない。もうお金入れてるのにただの入れ物ですねっていうだけです。はい。ですので日本人のそれは大きな悩みなんですね。どうしよう、ね、銀行にお金を入れておいても意味がないなぁと思う。はい。でも多くしたいですね。増やしたい。はい。じゃあそんな時に、じゃあ例えば私がお金を増やす方法、私知ってます。教えてあげますよ。と言ったらどう思いますか皆さん。私が言ったら、いや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 、あなた先生は違うでしょ。先生は日本語の先生でしょ。ね。お金の増やし方先生そんなに知らないんじゃないと思う。でも私が、いやいやいや、そんなことないですと。私のことバカにしちゃいけませんよ。私はね、実はね、いろんな方法知ってるんです。私の友達、銀行で、働いてる人もいるし、いろいろお金を増やす
知識がある人、私の周りにたくさんいるんです。やっぱり私、頭のいい友達がたくさん周りにいます。例えば言って。だから、でもその人たちね、外国の皆さんに日本語で話すのは上手じゃないですから、難しい言葉を使って話します。私の友達。分かりにくいから私が代わりに説明してあげますと、もし言ったら、皆さんどうでしょう。そして私が時々 YouTube ね、じゃあ今日はどうやったらお金が増えますというのを説明したら、もしかしたらちょっとの人は信じてくれるかもしれないですね。本当そうなんですかってね。そう、銀行にお金を入れておくより、何ですか、アメリカのなんか、とても人気のある会社にお金を預けた方が、お金が増えるらしい。例えばとか、日本の、とても大きな会社にお金を預けた方がお金が、2年後3年後に増えるということ。本当にそうなんですかと、今までのデータがあるとか、私が言ったら、本当に、じゃあ銀行にお金入れておいても意味ないから預けようかな、お願いしようかなと思っちゃいます。思っちゃダメですダメですよ。思っちゃダメです。思っちゃダメ。でもこの話ですよ今日。やっとテーマに入りましょう。このように、私じゃダメなんですけど、私はね、全然お金のこと本当に詳しくないから私じゃダメですが、とってもお金のことを詳しい人っていますよね。そう、誰とは言わないですが、これはもちろん日本にもたくさんいるし、世界中に言いますね。こういうふうにやってお金を増やすんだっていうね、そういう人いますが、その人がどうやったらお金増やせますという話をした。その仕事すればいいですじゃなくて、あなたが持ってるお金を、例えばじゃああなたが持ってる、じゃあ50万円をどこかの会社にお金を預けて、その会社で、株というんですが、それを預けてそのままにしておいて、例えば5年ぐらい経つとその50万円が60万円になってますとか、本当に私それやったから皆さんも同じことできますよという。だから私にまず50万円を預けてください。そしたら私がその会社にお金を渡しますという。例えば。でもこれ有名な人が、私がもしとってもお金について有名な人だったら信じてしまう人がいるんですね。本当ですか、じゃあお願いしようかなってね。はい、これです。だけど実はこの有名な人、実はこれ私じゃないんですね。例えばじゃあ有名な人が、じゃあどうしましょうか。じゃあ私の名前が、じゃあ例えば山田さんとしましょう。山田さん、私の名前例えば山田さんで、山田さんはお金について詳しい、ね。で、例えばいつも YouTube でその話をしてるから、じゃあ山田さんにお金を預けて、預けて会社に、そのある会社のためにお金を使えばお金が増えると。で、そっかって言って預けちゃうんですけど、これは山田さんはそんなことはしていません。はい、そうではなくて、これは、山田さんみたいな人がインターネットの中で、何ですかね、何て言えばいい、例えばインターネットの広告ってありますね。アドバタイズメント、広告ね。この山田さんの顔の写真はそこにあります。そして山田さんがあなたのお金を増やしますと書いてある。で、あの人知ってる山田さんだってね。山田さんがお金増やしてくれる？どうやってってね。ついその広告、アドバタイズメントをクリックしてしまうんですね。なんだろうってね。教えて。山田さんいい人だからきっと大丈夫と思ってちょっと見てしまうんですね。ここからが危険です。はい。で、どこのアドバタイズメントをクリックしてしまうかというと、例えばそれが Facebook。はい。Facebook のアドバタイズメント、広告です。
あとはインスタグラム。はい、あそこに広告がありますね。あれをちょっと触る、ちょっとクリック。なんだろう、山田さん、教えて。はい。そしてですね、危険な世界へ入っていきます。皆さんいらっしゃいませです。はい。このように、実際クリックしてしまってお金を預けてしまいます。で、預けたらお金がなくなります。はい。という話。だけど実はこれそんなに簡単に皆さんお金預けないですよね。このシステムがすごいんです。今日本で起きてる事件が怖いんです。ですからもうちょっと話します。このように、お金を、人に渡してなくなるというの。これを言葉難しいですが大事なのでちょっと紹介します。これです。人のことを、人に嘘を話す。そうですね。嘘を言ってお金を取ってしまうとか、嘘を言って、人を騙すというんですが、それが詐欺と言います。詐欺です。はい。怖いことです。で、詐欺を、する人は詐欺をするですが、詐欺を、される人のことは詐欺に遭うと言います。被害に遭うですね。ダメージをもらうの意味です。はい。これ詐欺に遭うと言います。はい、だから、山田さんの話をちょっと聞きたいと思って、クリックする。でそこからお金を渡す。そしたらお金渡した人は詐欺に遭います。これです。はい。この詐欺の事件ですね、今日ちょっと話しますよ。で、さっき話したみたいにこんなに簡単に皆さんはお金を渡さないですよね。もちろんそうですよ。日本人だってそうですよ。じゃあいいねって、そんなすぐお金渡さないですよ。本当に大丈夫ってね。本当にこれ山田さんって思って、って思って、ちょっと本当かなと思いながら、始まります。最初は。そうなんですよ。だから私もどうして詐欺に遭うんですか、バカじゃないって思うんですけど、このシステム知るとちょっとすごいって、私も危ないかもしれないって思います。はい。じゃあ行きましょう。ですね、この今最近日本で起きているこの詐欺というのは、ちょっとこれからは写真だけなので全然本当に見なくて大丈夫です。写真何枚か日本の綺麗な写真見せますが、今日の詐欺の話には関係ないです。はい。耳に集中して聞くことに集中してください。はい。でいきます。ですね、詐欺、これはさっき話したみたいに、Facebook の広告アドバタイズメントとか Instagram のアドバタイズメント、あとは YouTubeのアドバタイズメントもちょっと危険なんですけど、そういうところに出てくる、広告アドバタイズメントをクリックして始まることが多いそうです。そしてそのアドバタイズメントには有名な人の写真が、はい、そこにある。はい。有名な人、あの人もちろん知ってる。で、あの人よく YouTube でお金の話してるなとか、ビジネスの話してるよねとか、この人すごくお金持ちだよねという人の写真があります。あとはテレビでニュースを伝えるとても頭のいい人もその写真になってることもあります。本当にかわいそうですよね。でその写真もちろんその人たちが作ったものではないです。その人たちが作ったアドバタイズメント広告じゃないです。これは悪い人が作ったものです。はい、もちろんです。で、そこのでも写真と一緒にあなたのお金を増やしましょうとか、何々をするとあなたのお金は増えます、方法を教えますとか書いてある。でついですね、なんだろうって、あの人知ってるしと思ってクリックしちゃうんですね。でクリックしたらその後、すぐにはもちろんお金払ってくださいなんて出ないです。その後ですね、 LINE という日本人がよく使うアプリケーションがあります。はい。韓国ですね、あれね、もともとね韓国のアプリケーションだと思うんですが、あれの、LINE というのは、そうですね、例えば
WeChat とか、中国だと WeChat よく使ってると思いますし、あとは WhatsApp は、アメリカとかでよく使われてますねの、友達とか、人と一緒にチャットする、話すための、アプリですね、アプリケーションで、日本人はよく LINE というアプリを使ってるんですね。で、ですのでまずその広告クリックすると LINE の友達になってくださいと書いてあるんですね。で、それも、友達なんですけど、友達の中のグループチャット、グループのみんなで話すというグループチャットに入ってくださいと書いてあるそうです。で、そうすると、そうなんだと。例えばじゃあさっきの山田さんだとしたら、山田さんのグループチャットに入ってくださいと書いてあって、そっか、じゃあ入らないと、その後の情報が聞けないので、じゃあ入ろうかな。 LINE だったら別にいいし、お金払ってくださいじゃないし、でそこに登録する。そうすると、そこに入ると本当にですね、100人ぐらいの人たちとかがグループチャットでそのお金の増やし方について話してるそうなんですね。 LINE チャットの中で何々というのはとてもいいですよとか、みんなで情報交換してるそうなんですよ。ですごいじゃないですか。そんな嘘じゃないらしいんです。そこはね、ちゃんとみんなで会話をしていて、これはいいですとか、あれは良くないとか、あの方法はいいとか、おすすめとかみんなで話していて、まず100人も話してたら、本当にみんないろんな人がいていいな、それもみんなこのお金の増やし方について興味がある人だ、自分と同じだ、自分は会社ではこの話できないし、友達ともあんまりしないし、自分の家族ともこういう話は家ではしないんだよな、でもここの LINE チャットだったら話せるって思ってしまいますよね。情報がそこでもらえると思ってしまう。でそこでLINE チャットとか話聞いたり見たりやるんですね。でそれをやって、それもですね、何ヶ月もやるそうなんですね。3ヶ月とかで、それをやって、そこで情報あるんだけど、でそうすると長くそこでやり取りしてると、個人のこの一人の担当の人みたいなのが、じゃああなたとここの LINE チャットの中でね、いろいろ勉強したと思うので、じゃあどうしますかってね、お金預けますかとか言ってすごく丁寧に質問してくれて、でもう何ヶ月もこのグループチャットの中で結構いろんな情報をもらって勉強してるわけです。自分がこれ知らなかったとかね、 YouTube では聞いたことないとかきっとあるんでしょうね。そういう新しそうに見える、本当っぽく見える情報がある。でもうちょっと最初本当かなって思ってたけど、もう長くそれを使ってると信じてしまうんですね、人ってね。と、じゃあもう何ヶ月も勉強したし、このグループチャットでいろんな意見を聞いたし、じゃあちょっと最初は少ない金額で、少ないお金でちょっとお金を増やしてみようとやってみる。預けちゃうんですね、お金ね。じゃあちょっとだけって言って預けて、そしたらですね、すぐでもそのお金なくならないんですよ。お金預けた、例えばじゃあ10万円にしましょうか。10万円預けた。そしたらアプリがまたあって、あなたのお金が例えば1ヶ月後どのくらい増えてるとか、2ヶ月後どのくらい増えてるとか、アプリでまた見られるそうなんですね。10万円預けたけど、次の月に10万1000円になってたとか、例えば増えてる、銀行に預けてるより全然増えていいじゃないと思って、何ヶ月か見てると増えていく。嬉しい。そしたらまた担当者の人が、どうしますか、もうちょっとお金預けますか、もっと増えると思いますとアドバイスしてくれる。そうだな、いいかもしれないなと思って、じゃあもうちょっと、じゃあこの前は10万円だったから、次はじゃあちょっと50万円預けようと思います、お願いします。
預けちゃうんですね。だってそうでしょう。もう何ヶ月もお金預けてて、アプリの中で増えてると書いてある。いいな、これは。信じますね。私も信じちゃうと思う。いいなって。で、また50万円今度預けて、また同じです。何ヶ月か経って増えてますね。どうしますか？もうちょっと増やしますか？じゃあ、もうちょっと預けようと思います。持ってるお金、銀行に入ってるね、もうちょっともっとあるから、もっともっと今増えたから50万が60万になったんでしょ、プラス10万円だった。わあ、信じられないです。こんな今の日本で、わあ、ありがとうございますみたいなね。よかった、これ使ってなんて。じゃあ次もっとって言って100万とか預けちゃうんですね。で、結構大きなお金預けて、例えばじゃあ100万預けたな、次楽しみだな、どのくらい増えるかなと思っていたら、急にその担当者の人とこうチャットでこう連絡取ってたんですけど、連絡が来なくなる。あれ、どうしてね。ここでやっと気がつきます。あ、これは詐欺だ。はい、もう遅いです。はい、もう連絡取れません。はい、ここでやっと気がつく。今分かりやすく最初10万円、次50万、次100万と言いましたが、実際はもっと高い金額を預けてしまっている人がやっぱり多いみたいです。このお金たくさんのお金預ければたくさんもっと増えるっていう、こういうシステムなので、実際そういうものもありますよね。だからどうしても最初50万ぐらいからスタートして、もう次は400万とか、そういう風な世界みたいなんですけど、だからこそもう最後の方は結構預けちゃうんです。何百万とか、持ってる人だと何千万とか預けちゃうんですね。で、最後大きなお金預けた後に連絡がプツッと切れるというやり方。怖い、すごい。はい、これがですね、日本で、今特にですね先月5月ぐらいからすごくニュースで言ってます。たくさんの日本人がこれ詐欺の被害に遭っている、騙されていると。はい、で、皆さん大体こういうふうにSNS から有名人の写真を見てクリックしてその世界に入ります。はい、ですのでその有名人の人たちがとても怒ってます今。おい、俺たちはこんな広告アドバタイズメント出してないよ、俺たちが君たちのお金を増やしますなんてそんな広告出さないよ、バカじゃないの、やめてよって言ってとっても怒ってます。はい、ですのでこれとても今大きな問題に日本でなっていて、そういう広告がとっても増えているし、それをやめてくださいと政府国が言ってるんですが、なかなかそれが止められないらしいんですね、システムで。もちろんFacebook とか Instagram のこの会社の方で、これは嘘の広告かもしれないというチェックしてるんですが、それでもそういう悪い広告というのがずっと見られるんではなくて、例えば何日間、3日間だけ見られるとか1週間だけ見られるとか、そういう期間をリミットがあるような広告で、なかなか会社の方が見つけられない、この悪い広告を探せないというので、その短い間にクリックした人がこの被害に遭う、詐欺に遭ってしまうというのが起きてるらしいんですね。すごいですね。これをやってる人たちはある意味頭がいいと思いますが、騙されてしまう人もこのシステムよくできてるので、ちょっとね気持ちはわからないでもないですね。はい、だからね、この被害に遭ってる人たちが、もう何千人といるんですが、もう何千人ですよ。で、いくらこの被害がね
いくら問題もうお金預けちゃったかというのがまあびっくりしました。いくらだと思います？日本人みんな預けちゃった、みんなじゃないですけど、これ去年の被害の金額はなんと278億278億円です。はい、皆さんたくさん払いましたね。うーん、たくさん預けた方がたくさん増えるという、正しいシステムは本当はそうですから、たくさん預けちゃう気持ちは分かります。はい。ということで預けちゃって、これはもう騙されたお金です。278億円。はい。ということでですね、この詐欺という事件がよく日本のアプリケーションの LINE のチャット LINE のチャットからこう騙すというシステムがよくあるパターンなので、 LINE もとっても迷惑ですよね。この時 LINE アプリ、私たち LINE なんですけど、うちのアプリ使わないでくださいと思いますよね。もうやめてくださいと。はい。ですので LINE もとっても困っていて、ついに LINE の方がもう知らない人が、グループチャットに入ろうとしている、登録しようとしている時に LINE アプリのアプリケーションの中からピーンと、これは本当に大丈夫ですかと、あなたはこれは詐欺じゃありませんか、いいんですか、このグループチャットに入って大丈夫ですかというサインが出るようになったそうです。そういう新しいファンクション、新しい機能を LINE がつけたそうです。とっても迷惑ですよね。 LINE もね、本当何なんですかってね思ってると思います。はい。ですので日本人にとっては LINE というのはすごくよく使う、みんなが知ってる、もうおじいちゃんとかも知ってますね。おじいちゃんおばあちゃんとかも知ってるようなアプリケーションなので、やっぱりこう詐欺に使いやすいんですね。騙しやすい。そうですので使われちゃうんですが、これ皆さんも気をつけてください。皆さんはこれ、私の話聞いてくださってる方とかは日本のことよく知ってる人多いと思いますし、日本語読める人書ける人多い、まず読める人多いですね。そうですし、日本に住んでる人も多いし、あとやっぱりお金増やす方法とかって書いてあるとつい気になっちゃうと思うんですね。どうすればいいのかなってね。ですので本当に気をつけてください。日本人の有名な人の顔あんまり知らないけど、このおじさんの顔は知ってると思って、このおじさんがお金増やし方あなたに教えますって書いてある広告だ、なんだろうと思ってちょっとクリックしてしまう。しないでください。しない。はい。ダメ。ダメよって話。はい。で、これはもう何ですかね。LINE じゃなくても他のアプリケーションからも皆さんを騙すこともできてしまうし、今は LINE がよく使われているだけで他の方法はまだたくさんありますね。ですので、本当にですね、皆さんそういうのを触らないでほしいし、なんだろうな、なんでしょう、もしそういうグループになんかちょっと関係してしまって入っちゃったっていう場合も、本当によくできてますね、今話しているシステム。何ヶ月もグループチャットで勉強できるんですからね、お金について。おーっていいな、日本人親切だなとか。ダメダメダメ。そのグループチャットで話してるみんなが悪い人かどうかわからないんですよ。だけどすぐにお金を取らないんですね、この詐欺のシステム。だから騙されちゃう、だから信じてしまうので、本当に気をつけてほしいなと思います。これ今日本で本当にやばいと、このアプリの方をどうにか広告止められないのかっていうので、すごく国がすごく
何ですかね、困ってるっていうか、会社の方に Facebook のメタの方にもやめてくださいとかいろいろ注意も出してます。ですのでとはいえ使ってる私たちがまずは気をつけなければいけない。そしてこういうことが起きてるっていうのを知らないと失敗してしまうので、本当に気をつけてください。そう思って今日話しました。はい。ちょっと思ってたより長くなっちゃったんですけど、お話分かるといいんですけどね。はい。多分大丈夫かな。ね。ですので皆さん、そんなお金増やしますとか、そんな簡単に増えないです。ね。そう、無理よ。だからそうそう、簡単とかそういうのは気をつけてくださいね。もう本当そう思います。私もだし気をつけなきゃって思いました。はい。という話でした。はい。今日ちょっと難しい言葉は詐欺ですね。詐欺。これちょっと覚えておくといいですので、ぜひ、はい、覚えておいてください。では、今日は詐欺について話しました。他にも、日本のニュース、私の YouTube でいろいろお話ししてます。ぜひぜひ見て、日本のニュース知ってください。やっぱり知らないと、何ですか、やっぱりニュースって大事ですからね、生きていく中で。ですのでぜひ見てみてください。今日は聞くのが中心でしたが、ニュースを私と実際読む練習というのもたくさんしていますので、ぜひ私の YouTube で見てみてください。これとか、あとは N2、N1 の、JLPT の勉強のための YouTubeビデオもたくさんありますので、はい、テスト前ですね、今ぜひ見て勉強してください。皆さんテスト頑張ってください。そして日本語のビジネス、仕事の日本語も私の YouTube で、勉強できます。はい、ぜひぜひいろいろありますので見てみてください。あとは JLPT の読解、リーディングの勉強、もう本当にもう絶対合格したいんです。今年7月合格したいんですっていう人、私のオンラインレッスンのビデオを見た方がいいです。早く見ないともう試験近いですね。はい。見てもうすぐ合格してください。もう来年でいいやとか、今年も、時間を使って練習すればいいんでしょとか、いやあんまりたくさん、やっぱり練習の方法とか、あとどうやったら合格しやすいとか、やっぱりテクニックあります。はい。もうそれは私は、そこはプロです。プロフェッショナルですから。もうそこはプロフェッショナルに聞いた方がいいです。はい。私はお金のプロフェッショナルじゃないけど、日本語のこの皆さんの勉強のことはプロフェッショナルです。ね、だからこれは詐欺じゃない。はい。これ N2 とか N1 とかビデオありますので、はい。まずはちょっと早く使って合格してほしいと思います。毎年これ見てたくさんの方が合格してます。はい。ね、頑張ってください皆さん。あとは、プライベートレッスンで、一緒に勉強している人もたくさんいます。ズームレッスンをしてます。これも JLPT の勉強してもいいし、リーディングやってもいいです。会話の練習してもいいし、ビジネス日本語やってる人もいろいろいます。あとは発音を直すとか、そういうことをやってる人もいますし、人それぞれみんな違います。でレベルも N5 から N1 レベルまでどんなレベルの人も私教えられますので、はい、ぜひぜひ一緒にやってみましょう。まず楽しいと思います。はい、とにかく楽しい。まず勉強楽しいこと大事ですよね。もうつまんないともうダメ、全然。はい、もう任せてください、そこは。はい、私とは楽しいと思います。はい。あとは、こちらも楽しいクラス、ビジネス、日本語、ズームレッスン、はい、あります。こっちはグループレッスン。あと、会話の練習。こっちもズームレッスンでグループレッスンです。はい。皆さん友達を作ってください。はい。一緒に私と練習するし、皆さん友達作ってください。はい。ということで、これ詳しくは、このオンラインレッスンのリンク、今ここの左ぐらいに出てるかもしれない。このリンクか、今日のディスクリプション、そしてコメントのところにもリンクが書いてあります。ぜひクラスについて、細かくはそのホームページから見てください。ぜひぜひ皆さん一緒に、勉強は楽しく勉強しましょう。私と一緒に、クラスのみんなと一緒に。はい、お待ちしてます。